扉をスリーブにしようかなと。床に関しても取っちゃって音という一段下がるような感じ。日本庭園を前回が完了しまして、それと並行に実は蔵の中の内装も私的な発想で作り上げました。タイミング的に合わなかったんで取りだめ通過 しましたので、改めて皆さんに伝えしたいと思っております。造園的な発想で造園的な技術で作り上げたというものです。中はこんなような状態です。最初のあれとしたら天井と壁の化粧、2階の部分からどうしてもこの目地が気になるんで、ここはもう黒竹梁がこんだけ立派な、やっぱし下からこの梁を見したいという、2階のこの部分の床を取っちゃいます。ここはもう床取っちゃって吹き抜けっていう感じで。建築士さんに来てもらって構造的に見てもらいまして、この値段をどんどん取っちゃいます。おはようございます。今日はですね、この扉が開閉がちょっと大変なんだよ。この扉を外して、今回スリーブにしようかなと。しないとちょっと全体が下がってるのと、もう下が結構腐っちゃってるね。だからこれを一回外しまして、で綺麗にこれを塗装をまたかけ直してちょっと補修しながら、スリーブでスムーズに開くような感じ、レールでうんぬんするとまたちょっとここで止まっちゃうんで工事していきます。おほらで、あと床に関しても全部これ取っちゃって
で今度は1階の壁岩を全部やってから今度は1階の床を取ります。取った時点で床をやっちゃいます。昭和ぐらいの時点において床を上げたっつうことを聞いておりました。板を張っとったらやっぱしこうやって床を上げてある状態、この今の床面から300ぐらい30センチぐらい下げた感じで床になると思います。一応ですね、蔵の床の板は全部値段も取っちゃいました。こんな状態で、あとはちょっと土間打ったり、それから周り、ブロックで押さえちゃいます。もう全部箱型にブロックで、ちょっと今値段の状態があまり良くないんで、こっちから全部四角くもう完全にブロックで押さえちゃいます。外側はもう井の走りで押さえちゃっていますから、それで挟むような形で一応補強という念には念で、やっていきます。そうですね。土間も一体しちゃって、ブロックも一体化しちゃいますから。で、あとはその土間打ってる中の手塩がまたありますけど、土間打って下地として、ここから一段下がるような感じになります。一応そういう段取りです。2段この辺ぐらいまでかな。でそこに角材が今度入って、これとがっちり連結した形で全部ブロックやっただけじゃちょっとあれなんです。この柱をだから土台自体を変えるっていうことはできないんで、
それで一回もうこの針も取ってしまいます。まあちょっと今まで取んなかったっていうのは、まあ安全性に関してこの周りのブロックを補強全部してからっていう形で、まあ全部一応ブロックやって各柱ともう連結したんで、まあここの部分の針は取っちゃいます。だから土間を今日打ってしまいます。生コンで土間を打っちゃって、そうすればもう強度的にも蔵としてはがっちり。ブロックでベースを塗りまして、その次はこれ体と同じようなブリーチングを塗っちゃいます。あとテーブルと椅子を作る予定でいます。テーブルはね、一応 L 型でこういう L 型です。でテーブルとカウンターちょっともう立ってこうテーブルできるというようなカウンターのような多少の洗いとかはここでできるようにシンクを一応設けるそうです。